皆さんこんにちは。今回はですね、家庭でできる日本料理を紹介していこうと思います。今日は、豆ご飯をやろうと思います。まず、食材ですね。豆ご飯なんでご飯と豆があります。でそれに対して、薄揚げと、卵で、もちろんだしでだけどだしで、塩と薄口醤油と、豆を戻す時に使う重曹と、木の芽とご飯炊くだしですね。でこれでやっていこうと思います。まず最初にエンドウ豆、これは鞘から出しまして、お湯を沸かします。そしてそこに重曹を入れます。入れるタイミングがあるんです。まずお湯を沸かしておいて、そこにエンドウ豆を一気に入れます。お湯が沸いてきたらエンドウ豆を一気に入れます。この時にこう浮いてくる小さい豆とかゴミとかあるんで、それはすくっておいてください。割れてるものとかね、こういう時に浮いてきますから。湯がいてる時に豆粒が何個か浮いてきます。浮いてきましたら一気に重曹を入れますね。シュワッとします。その状態で、豆が全部浮いてきます。全部浮いて軽くこうクツクツって踊ってきますね。でこの時に、豆の外側の皮が柔らかくなったかどうかを一粒食べてください。ものすごく柔らかいです。で火を止めます。でここにラップをかけます。この状態で10分間蒸らします。このまんま10分間置きます。そうすると豆が破れずに、内側に対して火が入ります。重曹が豆の周りを柔らかくして、薄皮も柔らかくして綺麗な緑を出してくれます。で茹でてずーっとこのままグツグツ湯がくと、豆が破けて割れてしまいます。なので火を止めてこの温度で保温をして約10分経ったら綺麗な緑色も出て、豆も芯まで火が通って、で全て柔らかくなります。それを急激に冷ますと今度豆にシワが寄ってしまいますので、緩やかな水で冷まして、それを引き上げてから八方地という出汁につけます。でご飯を炊いていきます。まずご飯に、出汁ですね。出汁を入れまして、ここに薄口醤油と塩を入れます。でこの状態ですね。でここに薄揚げ入れますので、薄揚げは今日は油抜きしなくていいタイプのものですね。油抜きというのはこういう薄揚げとか厚揚げとかヒローズなんかもそうですけど、炊く前に周りについてる余分な油とか油の臭みを落とすために熱湯をかけます。熱湯をかけて、水に落として、でそれを布巾で水気を絞ってから普段は使います。これは油抜き不要の薄揚げです。袋を見ると書いてるんですよね。油抜き不要とかって書いてます。で薄揚げは細かく刻みます。豆ご飯の場合は豆が主役なんで、豆の味を生かすように色目を生かすためにできるだけ細かく刻みます。薄揚げが入るとちょっとご飯の全体にコクが出るんですね。植物だけの炊き込みご飯なんかはこういう薄揚げをちょっと多めに入れておいて、で全体的なコクを出します、ね、あっさりしてるけど深みがあるみたいな味になるんですね。でこの薄揚げ自体も味を吸って出汁を吸って、よりこう口の中に入れた時に口全体に
だしのうまみと豆の香りが広がるということですね。でこれはできたらできるだけ細かく刻みます。縦と横に刻んでからみじん切りの状態ですね。今日ご飯は1合半の米を洗って溶いてから、約1時間水につけて引き上げたものですね。でしっかり水気を切ってその中にこういう細かく切った薄揚げを入れてで火をつけます。だしの方はかつおと昆布のだしですね。いわゆる一番だしっていうものと、二番だしというものの間ぐらいのだしを使ってます。ちょっとこうかつお節をしっかり煮出しただしですね。こういう煮物とか炊き込みご飯の場合はしっかりとした味の強いだしを使います。これぐらいしっかりこう細かくみじん切りにします。これぐらい刻むとご飯粒の間にきれいに入るんで、非常にこうよさげ入ってますよっていう感じじゃなくて、なんとなく食べたらすごいコクがあるなっていう感じになります。これも食感にならないような感じですね。でこれを、ご飯の中に入れます。均等になるようにきれいに入れます。でこれで、火をつけます、ね、なるべくこう今日は塩と薄口醤油なんですけど、そんなに醤油の味はつけてないです。醤油の色はつけてないです。でこれで火をつけます。そして、卵ですね。上にのせる錦糸卵を焼きます。まず、卵を割ります。でここにお塩。これね、塩入ってないと甘くならないですね。だからこの塩は卵をね甘くするための塩だと思ってください。親指と人差し指と中指で軽くつまんで入れる程度で、これをよく混ぜます。これをこします。だし巻きの時は僕は卵をこさないんですけど、錦糸卵の時はしっかりこします。卵を巻き鍋で焼いていきます。だいたいこう薄く流れる量ぐらいがいいんですね。だからこう卵を鍋の上でこうやった時にジュンってこうなるぐらい。これが強すぎて焦げるようではダメです。でお玉に半分ぐらいよそってからジューッと流して、で鍋の周りをぐるぐるっとしてから余分な分は捨てます。こうすると薄く焼けますから。弱火と中火の間ぐらいの火加減ですね。で全然慌てる必要ないですから、この状態でしばらく
表面を乾かすような感じで焼いていきます。で表面が乾いてきたら、ひっくり返せますので、こう弱火でやるので焦げることはまずないですから、これで表面がしっかり乾いて、でここです。こうめくった時についてくるなっていう状態まで焼きます。こういう状態、もう手に卵がつかないぐらいの状態ですね。でここまでしておいてから、今度はこれをこう上と1本は平行に、下は斜めに当てます。引っ張ってあげて、ここに息を吹きかけて、ここに引っ掛けます。こう引っ張っておいて、で引っ掛けると下にかかります。でそのまま持ってきてひっくり返します。この状態で、これで裏面も焼きます。裏面もある程度焼いてあげます。乾いてるんで全然そんなにしつこく焼く必要はないんですけど、裏面もしっかり焼きます。でこの辺の端っこを持ち上げて、こう返してあげると、こういう状態ですね。でこれをちょっと紙で挟んであげるんですね。で大量に作る時は紙で挟んで、上にちょっと重ためのまな板の下にして、できるだけ平たくしといてあげるんですね。そうすると後で刻みやすいです。こういう状態でまた次焼きます。必ず1回顔を飲みます。12回か。ここに卵を入れまして広げます。で同じように乾かす程度に焼いていきます。でここでまた端っこを持ち上げて動く程度まで焼いたら、また同じようにこういう状態で箸をかけます。表面が乾いて動かないぐらいの状態ですね。でこの状態で端っこを引っ張って息を吹きかけると、反対側にひっくり返せます。こういう状態です。で反対側もしっかり焼きます。でこれは何枚か焼いておいて、で紙で挟んで重しをかけます。またしっかり反対側も焼けたら、こういう状態でひっくり返してで置いておきます。後で刻みますからね。こういう状態で挟んで、できましたら同じぐらいのバットですね。こういうバットでちょっと挟んどいて、重し代わりにして挟んでおくと後で仕事楽です。はい。でエンドウ豆がそろそろ戻ってきましたんで、こういう状態ですね。時間が経つと沈みます。こういう状態です。沈んで今もうすごく柔らかいです。でこれを水でさらします。これね、ちょっと移してからゆるい水でさらしていきます。これが急激に冷ますと豆が全部しおれてしまいますんで、
緩やかな水で冷ましていきます。ご飯炊き上がりましたら豆を入れます。炊き上がった時に入れてしまいます。豆は、先ほど重曹で、戻してから緩やかな水で冷まして、で冷めたら水気を切って布巾でしっかり拭いてから発泡だしにつけたんですね。すごくこう豆がまん丸でシワが寄らずに綺麗な緑色が出ています。こういう状態ですね。ツヤツヤっとした状態。そして炊き上がったご飯にすぐ入れます。この状態で、豆に火が入ります。火というか、豆がもう一度温まります、ね、この状態でしばらく置いておきます。その間に、先ほどの錦糸卵を刻みます。錦糸卵は並べまして重ねまして、きれいにこう平べったくなってますね。でこれを長さを今日の鍋なら4つぐらいに切ります。そしてこれを重ねていきます。でこの状態で刻みます。ペーパーでしっかり押さえておくと豆が錦糸卵が平べったくなるのと、刻みやすくなって、で今度刻みやすいと細かく刻めるんですね。でこうしっかりと刻んで細かく刻むと非常にきれいに上がります。最初の面焼いて裏面もしっかり焼いておくと卵がより黄色くなるので、裏面もしっかり焼いておいた方がいいです。細かく細く刻んで、これをまずこう今ぴっちり重なってるものを刻んでますので、まな板の上でもいいんですけど軽くほぐしてあげます。こうほぐすことによってこうふわっとしてきます。そして、豆が温まったぐらいで盛り付けます。この状態でしっかりとよく混ぜて、豆にシワが寄ってない状態で非常に柔らかく色もきれいに仕上がります。これが家庭と料理屋の違いのような感じですよね。こういう色合いにこだわるっていうのも大事ですね。そしてしっかり混ざりましたら、これをご飯を茶碗に継ぎます。ここからが盛り付けですね。こういう状態にしておいて、でここにきれいな錦糸卵を散らします。でここに香りですね、木の芽を散らしまして、
ちょっとしたことなんですけどね、これでちょっとこう普段の家のご飯とはなんかちょっとだけ雰囲気が変わった感じになりますので、ぜひ一度家で作ってみてください。